Please welcome Sunny まあサニーは現ブルームースのヘッドをやってくれてもいますけど BMSG としては THEFIRST の課題曲の一つである Move On のビートメーカーとしてさらに元々を言ってしまうとまあ20歳くらいの頃から同じ渋谷のクラブカルチャーで育った人間ということで地下でね、はい、地下で出会いました向かい側のねもう向かい側の地下で俺がライブやってるクラブの向かいでサニーがライブやっててで合流するっていうそこからまあお互い各々のキャリアを歩んでまあ何回かそのビートを提供してもらったりみたいな関係を続けてでサニーは K-POP だと YG とかをはじめ国内外でね BTS の作品の参加とかもあったしだって世界1位取ったことあるプロデューサーですからね世界1位ってあんま取れないからねなんかね恥ずかしいですね否定できないっていう謙虚でいやって言えないそう数字はそこはね正直だからいろんな曲をねやらせていただいてますでそう BMSG としてはそういう絵もあって THEFIRST で Move On でビート提供いただいたところからBE:FIRST であったりソロアーティスト自分はじめであったりいろんなところで関わってきてブルームースのヘッドBMSG のレーベル機能のヘッドを今やってもらってて音楽的にも関わりを深く持っておりますといつもありがとうございますこちらこそありがとうございますでそんな感じなんだけど、今回は BE:FIRST のベストアルバムおよびリード曲が I Want You Back のカバーであることとかをなんかお話しできればと思っていて BE:FIRST がこのタイミングでベストを出してそのリード何にするかっていうことでいくつかもうほんと去年からいくつかアイディアはあったんだけどやっぱルーツへのリスペクトで特にこうソータとかは完全に音楽を始めるきっかけダンスにちゃんとハマるきっかけがマイケル・ジャクソンおよびジャクソン5およびもう Exactly I Want You Back ねソロの曲でも歌詞で出ているぐらいですからね本当にルーツでそこからほらソータは表層的に消費しないというかさダンスカルチャーだけじゃなくてソウルファンクで当然 R&B ヒップホップってハマっていってで彼はコレオグラファーダンサーとしてもヒップホップの一番大きな世界大会で4回優勝してみたいなキャリアを歩んでるんだけど竜兵もね子供の頃から歌ったり踊ったりやってたから「I Want You Back」の日本版のカバー三浦大知をする、ね、フォルダのやってた日本語版のカバーをまた竜兵がカバーするっていうのを本当にこんくらいの頃にやってたりとか、まあそれぞれ出会い方は違えど今ボーイバンド BE:FIRST っていうボーイバンドやってる上でしっかりとこう音楽を鳴らすボーイバンドとして音楽っていう長い歴史の中でさまざまなカルチャーの中で生まれてるボーイバンドとしてやっぱりこう今改めてジャクソン5であったりマイケル・ジャクソンであったりにこうリスペクトを示すのが一番正しいんじゃないか。ベストってほらこれまでの一個のこう集大成でこれからにつなげるためのものでもあるから BE:FIRST の意思の発露として I Want You Back が良いんじゃないかという形になりましたね。でこぼれ話だけど俺ティト・ジャクソンにライブ見てもらったことあってそれを知らない。ティトがすごくないそれすごいよね俺もよくわかんない、ティトが一番ね、よく出てくるっていうか話題にねでなんかいつ頃どのライブ8から9いかないかな2016かいやもっと前かな15、16多分10年前くらいですね。10年前ね、はい我々のタイプオブミュージックやってる人たちにとってやっぱマイケル・ジャクソンはそのなんだろう語られるべきおよび語り尽くせぬ存在だと思うんだけど、うちらは同い年だから多分同じこう世代、超世代じゃないですかね、アメリカ育ちだったんで、まあ嫌でもみんなもうね
クラスとクラスの間みんなムーンウォークを練習してるんですよ。我々の世代の義務教育にもマイケルはいて、キャプテン EO とかがあったんだよね。なんで映画っていうか、そうディズニーランドに行くと、ディズニーランドか、ディズニーランドに行くと必ず見る。はいはいはい。後々ヒーローになっていくんだけど、最初の段階では本当になんか生活に普通にいるものだったから、ね、なんか曲もみんな知ってたし、みんな知ってたし、なんかこう大ファンっていうよりも、本当にみんなの経典だよね。経典、世界的だし、素晴らしいアーティストだったし、そうだね。まあ影響されてない方が少ないんじゃないですかね。少ないよね。はい、で結局その後、音楽をなりわいにしていこうって思ってさまざまなカルチャーに深く触れていけば触れていくほど、そのマイケル・ジャクソンであったりの功績とかにリスペクトは増してって、でこう結果自分はそのアウトプットとして今ボーイバンドのプロデューサーをやってるんだけど、ジャクソン5がボーイバンドのそのルーツとしてやっぱ幾度も語られる存在であるべきだなとも思うし、なんかこう BE:FIRST はちょろっとさっきも話したような背景もあるから、それをちゃんとやれるっていうか、普段のプロデューシングからそうかもしれないけど、着せ替え人形にしないっていうかさ、なんかあなたたちはこれをやってこういうコンセプトだからっていうのじゃなくて、彼らだから発せれる言葉とか、彼らがやるべきこと、やりたいことをこう俯瞰で見る立場としてっていう感じだったから、本当このタイミングかなと思ったし、結果として非常に素晴らしい出来上がりになりました。いやもう一緒にねみんなで作ったからね、結構何段階か踏んだリスペクトが、やっぱちゃんとある。これ結構勇気あると思うんですよね。いや結構ね、世界中の音楽家の人、アイ・オン・チュ・バックをリメイクしようとしてみてほしいですよね。なんか皆さん絶対違うと思うし、うちらはヒップホップのバックグラウンドだから、プロセスで言うと全部ちゃんとカバーとして成り立つものを取って、そこを贅沢にまた切って貼って、で僕だけの意見じゃダメだと思って、もう右腕の善くんも入ってもらってね、ちょっといろいろもうやってみた結果、すごくいい BE:FIRST っぽい、BE:FIRST がいる意味がある、そうだね、なんかこう作品になったんじゃないかな、カバーになったんじゃないかなとは思います。本当に素晴らしかったと思う。音楽面、ビート面でいくとすごくびっくりしたのが、サンプルソースになるもの、つまりアイ・オン・チュ・バックの原曲の弾き直し、これの鳴りがものすごくアイ・オン・チュ・バックなんだよね。もちろんキーも変えてるし、そうですよね、演奏内容はだいぶ変わるわけなんだけど、でもめちゃくちゃアイ・オン・チュ・バックなんだよね。アメリカでいうトライビームっていう3人組がいて、3人で作り上げたその演奏はマイアミでスタジオの中にはやっぱニーブの8068のコンソールで全部取って、ドラムからストリングスからギターで、それを送ってもらってでそれを一緒に聴いて、お夏わからない方はね多いと思いますけど、この何でですかね、何で例えばですかね。なんかでも鳴り方とかがアイ・オン・チュ・バックを聞く耳で再生した時に、ちゃんとアイ・オン・チュ・バックが鳴るって大事じゃないですか。そうですね。この本当にその新しいものを作るために古さを知らなきゃいけないし、なんだろう、リメイク、つまり作り直しではあるけど、カバーでなくてもいけない。そうなんですよ。この本当に絶妙なところのための多分最初にして最大のピースがちゃんとアイ・オン・チュ・バックの鳴り方をしてるイントロが来るかどうかだったと思うんで、あれは本当にね偉大な数秒だと思う。料理と一緒ですよね、クッキング。全然なんか素材が何でもいいっちゃ何でもいいですよね、でもこだわると、そのミルフィーユになっていって、そうだね、で調理もちゃんとやると美味しいものができると、高級感も出るし、バランスもちゃんと考えてね。この時代にね、だから素材から作ったおよびなんだろう、
こう何々風ではなくて、その現地の海に行って現地の魚をしっかりと釣ってからでヒマラヤの塩を取りに行き、それをなんかヒマラヤ風みたいなじゃなくてヒマラヤの塩に極力近い形でとかじゃなくて、もうそこの現地のものを全部集めて、いやこんないい素材、こんないいマグロ、そのまま食べるべき、醤油なんかつけちゃダメ、そういうやつでもじゃなくて、それを調理していく、切ったり貼ったりして、音楽でいうねサンプリングですけども、でそこからねリメイクしていくっていう。そうね、すごかったよね。そうだねなんかどういった処理のドラムにすることが正解なのかとか、八百屋入れるのかなんか何がアイオンチュバックでどこまでいくとアイオンチュバックではなくて、何がシンプルなストレートカバーで、何をやればBE:FIRSTがやっている意義っていうのをより強く出せるかっていうバランスは本当に試行錯誤およびノリ、結果的に本当に答えは感覚にあるっていうか、聞いた時にこれはもう間違いなくアイオンチュバックであるし、リスペクトも伝わってくれると信じているし、BE:FIRSTがベストのタイミングで出す曲としてもこれ以上ないっていう、これしかない落としどころになったんではないかと。あと最終的にはそれこそ楽しかったね。アイオンチュバック作っていいんだみたいなね。なんかこうなんか着ていいんですかっていう、そうこれみたいな、いいんですかみたいな、着ていいんですか、履いていいんですか、わかる本当にそう。意外とみたいなキラキラしてるみたいなあ、こうなってたんだとかね、そうみたいな、そういう喜び、それだからそれこそやっぱ音楽が永遠と続くんじゃないですかね。貴重なそうだね経験をさせていただきました。はい、これをもってして BE:FIRST はまたね5周年であったり、それ以降であったり日本初のボーイバンドとしてちゃんとやるべきこととやりたいことを、もう頑張ってやっていって、本人たちもレコーディングちょっといつもより違ったね。そうだね、なんか結構ねあったいろいろ、フックのなんかメンバーの振り分けのバランスとかも、今回は全メンバーフック出てくるんだけど、全部ね触れてね、それとかもそうだね、今まで以上にやっぱここ歌いたいもあったし、なんかみんな取り合いだったね。取り合いだった今回は取り合いだった。でみんな本気だから、いつも本気なんですけど、なんか違うベクトルで、責任もあるしね、なんかもう一回やらせてくださいみたいなのが多かった気がする、いや全然いいのにみたいな。そう責任がある、やっぱアイオンチュバックに触れるっていうことに責任は当然あるし、責任を感じてくれるみんなで本当に良かったね。なんかいい子たちだね本当に最近もやっぱ増えてたんですよ。本当に BE:FIRST を聞いてボーイバンドやりたくなった、BE:FIRST 聞いて歌ったり踊ったりしたくなったとかっていう子が本当に増えたんで、それってすごく嬉しいことなんだけど、ただ嬉しいことで済ませていいとは僕はやっぱ思ってなくて、責任を持つ必要がある。次の時代に影響を与える存在として責任を持つ必要はあってっていう話はよくしていたんだけど、これもやっぱりその中で生まれたものだとも思う。音楽への愛とかってなんか濃淡あるから、音楽好きなんだよねっていうのはもう誰でも言えるし言うべきだとも思う、けど本質的なところでその深さをちゃんと感じられる人が集まってボーイバンドっていう形態を選んで音楽を鳴らしている、なんだろう、パーマネントなとこでいくとビートルズやジャクソン5がそうだったと思うんだけど、彼らはもうこの時代においてなんかそういうタイプの集まり方をしている。オーディションっていう形態は経たけど、結局共同生活の時間でパンデミックの世の中で一箇所に集まって同じものを聞いて同じ話をして同じことを考えてやってった我々はすごくパーマネントなボーイバンドとしてここまでのキャリアを進めてこれてるんだなっていうのをすごい感じる。いや本当あとはね、聞いてる人に
まあそうですね。伝わるかどうかですよね。もう伝わるといいですね。伝わるといいなと本当に思う。まあでもせめて言えることとしては本当に生半可な気持ちじゃなくて具体的なテクニカルの部分でももうマインドセットメンタリティの部分でもものすごくリスペクトを持ってそうね、もう接させていただいた。真剣に本当にこうバランスを考えながらやるってまあちょっとイレギュラーな作業って言ったらあれですけど普段のクリエイティブでしたよね。そう普段のクリエイティブとはまた全然違ういいか悪いかとかじゃなくて、ものすごくこう勉強に僕はなりました。はい、本当に、なので、まあ、届いてくれることを信じますよ。お願いします。世界中のマイケル・ジャクソンおよびジャクソン5ファン、およびなんかまあボーイバンドって今本当に多いけれど、なんで一括りにするの難しいけどなんか世界中のボーイバンドファンっていうかなんかまあ音楽好きだよっていう人が誰が聴いてもこの2025年の BE:FIRST の I Want You Back のカバーはすごいリスペクトを感じるものだよねって言われるものになってると思うんでそうなったらいいなと思います。お願いします。